1、パーカーが出張から帰ってきた日、私は決戦の準備を整えた。入念にシャワーを浴び、無駄毛を処理し、メイクも完璧に仕上げた。そして、新しく買った罪深いほど透けるナイトガウンに身を包み、彼のベッドサイドに滑り込んで、彼の制服を待った。しかし、彼がバスルームから出てきたとき、シーツの中の私を見て、彼は固まってしまった。手にしていたタオルを拭う動作も途中で止まった。何をしているんだ？彼の声には温かみのかけらもなかった。私は彼を上から下まで目でなぞった。パーカーの身体は芸術品のようだった。ふわふわのバスローブでも、胸筋の盛り上がりや腹筋の輪郭は隠せない。理論的には、あんなに鋭い鼻と長い指を持っているのだから、彼は十分に装備されているはずだった。それなのに、結婚して6ヶ月、私は未だに彼をより深く理解することを許されていなかった。引き下がることを拒み、私は直接的に出撃することにした。あなたと寝に来たのよ。どんな言い訳をしてこようと気にしない。今夜こそ彼は私のものだ。パーカーの表情が揺らぎ、彼の視線は私のランジェリーに落ちた。長い沈黙の後、彼は短く言った。わかった。そんなに簡単に？信じられなかった。彼がベッドに近づいてくると、私は一瞬ためらいを感じた。室内の明かりはベッドサイドの小さな間接照明だけだった。彼が私の横に横たわると、冷たい空気と石鹸の清潔な香りが漂ってきた。ドキドキする胸を押さえながら、私は思い切って彼の腰に腕を回した。パーカーの全身が硬直した。一呼吸置いて、彼は首をかしげ、薄暗がりの中で私の目を見つめた。声は低く、しわがれていた。手伝ってほしいのか？私が答える間もなく、彼は素早く身を離し、ナイトスタンドの引き出しを開けた。私の中の小さな期待の炎は、彼の慣れた手つきによって一瞬で消し飛んだ。聞くまでもなかった。次に何が来るか分かっていた。彼は夫の義務を果たそうとしているただ、自分自身ではなくて。激しい怒りが私を貫いた。いつもこうなんだ。彼自身の身体は金庫に鍵をかけられているようで、明らかに興奮していても触れることが許されない。彼が指サックを取り出したとき、私の顔は曇った。彼の手からそれをひったくり、彼の胸に投げつけた。何を手伝うって？あなたはそんなに真面目で真面目なんだから、一体どんな新しい技があるっていうの？私の声は鋭く、悔しさで張り詰めいた。明かりが弱すぎて彼の表情ははっきり見えなかったが、彼の暗い瞳が私を捉えているのを感じた。その視線の強さは、まるで物理的に触られているようで、熱く、もしかしたら、ほんの少し、混乱が混じっているかもしれなかった。抑えきれていた失望が一気に吹き出した。パーカー、もしぼったないなら、そう言いなさいよ。地球上の男はあなただけじゃないんだから。私はいつだって他の人を探せるんだからね。私たちは結婚しているんだ、神様。なぜ毎回の接触が彼が私に嫌々ながら施しをしているように感じるんだろう？そういう意味じゃない彼の声には張り詰めた響きがあった。それでも彼は動こうとしなかった。私の顔を抱えてキスすることすらしない。何かしてもらえたなら、この冷たい距離よりはマシだっただろうに。これで3度目だ。私が身を任せようとして拒絶されたのは。失望は押しつぶされるほど重かった。脱ぎ捨てたばかりのガウンを掴んで立ち上がった。そして雷が落ちるような音を立ててドアを閉め、私の我慢の限界が砕け散る音とともに、部屋を飛び出した。2. 結局、親友のキャシーのアパートにたどり着いた。コーヒーテーブルの上で、私の携帯電話が執拗に震え続けていた。
出ないの？キャシーが首をかしげて尋ねた。テキーラを一気飲みし、喉の焼ける感覚を歓迎した。ため息をつきながら、携帯電話の電源を完全に切った。一体どんな安いタバコを買ってきたの？私は声を荒げて文句を言った。一服吸っただけで喉がやられちゃう。キャシーはただ笑い、手に持ったカラフルな箱を軽く叩いた。綺麗でしょ？彼女は私に見せようと箱をあげたが、いくつかの気楽な質問のうちに、彼女は私からすべての話を聞き出した。隠そうとしたわけではない。私を苦しめ続けていた疑問が一つあった。キャシー、どうしてパーカーは私に触れようとしないの？もしかしたら彼、女性が好きじゃないんじゃない？私は首を振った。パーカーは高校時代にガールフレンドがいたし、それ以来、数えきれないほどの男女が彼にアプローチしたが、彼特有の冷たい拒絶に合っていると聞いていた。そして、ある考えが私の頭に浮かんだ。私は目を細めた。きっと彼は、私の完璧な姉、ヨーロッパに逃げたあの人のために、自分を清く保っているんだわ。噂は以前から聞いていたパーカーはずっと、シンクレア家の優しくて物静かな令嬢に恋をしていたと。今、すべてがつながった。この結婚は私は単なる代わりだったのだ。姉こそがパーカーと結婚するはずだった。しかし彼女は、大陸を渡った運命の人という芸術家のために彼を捨てたのだった。パーカーは完璧な紳士として、結婚生活6ヶ月間、私に何一つ、あの決定的なこと以外は、拒んだことはなかった。そして彼が私に手を使うたびに、私の快楽を冷静で抑制された表情で見つめていたその目には決して欲望がなかった。彼はまるで自分の人生の傍観者のようだった。彼は私のことを嫌っているのか？その考えは物理的な衝撃のように私を襲い、傷つきを抑えていた脆い堤防が崩れた。グラスをテーブルに激しく叩きつけた。もういい、決めたわ。キャシーは飛び上がった。何を決めたの？離婚するって。見かけ倒しで中身のない男は、どんなにハンサムでも役に立たない。特に、未だに別の誰かに未練がある男なんて。私はノラ・シンクレアよ。彼なんて必要ない。わかった、落ち着いて。もう飲まないで。キャシーは、私が漂って感情的になっていると思っているようだった。彼女は私をシャワーに連れて行った。彼女はちょうどマニキュアを新しくしたばかりで、寝相が悪いので、朝には私の首にいくつかひどい赤い引っかき傷を残していた。携帯電話の電源を入れた瞬間、通知が爆発的に届いた。すべてパーカーからだった。別荘に戻ると、彼が家にいることに驚いた。空気はこもったタバコの煙の匂いで満ちており、コーヒーテーブルの灰皿は吸い殻で溢れていた。彼は顔を上げた。鋭い顔立ちは朝の光の中でも際立っていた。帰ってきたのか、彼の声は砂利を踏むような囁きだった。そして彼の目が私の首の傷跡にとどまり、彼の瞳孔が激しく収縮した。彼の目つきの光は一瞬にして消え、冷たい闇にとって変わられた。私はよく眠れていなかったし、煙とアルコールの組み合わせで喉が痛かった。ドラマチックな対決をする気分ではなかった。彼が口を開こうとした瞬間、私は手を挙げ、しわがれた声で言った。昨夜は疲れた。上の階に行くわ。残酷にしようとしたわけではない。ただ終わりにしたかった。本当に彼と離婚するつもりだった。情熱のない結婚は幸せのない結婚だ。3. しかし、運命とは皮肉なもので、その夜、私は熱を出してしまった。体は鉛を詰め込まれたように重く、頭は濃い霧の中で漂っていた。ドアがきしんで開いた。
パーカーはシャワーを浴びたばかりで、ボディウォッシュの爽やかなミントの香りが強すぎて、私を吐き気を催させるほどだった。私は鼻をひくつかせて彼を押しのけようとした。ほっといて。彼の体がこわばった。じゃあ、誰が君の面倒を見るんだ？彼の声は低く、慎重に抑えられた感情が絡まっていた。彼は必死に優しくあろうとしていた。さあ、いい子にして。薬を飲めば良くなるよ。彼の冷たい指先が私の唇に触れ、彼の手が太ももの上で固い拳に握りしめられるのを目にした。彼の視線は私の口に止まり、呼吸が荒くなっていく。私は完全に無頓着だった。彼に抱かれているのは不快で、私はよじれて逃れようとし、再び横になろうとした。わかった、もう行っていいよ。意識が朦朧としている中、バスルームでシャワーの音が聞こえたような気がした。パーカーはもう一度シャワーを浴びているようだった。目が覚めたとき、私はパーカーの腕の中にしっかりと包まれていた。足に押し付けられた何か硬くて熱いものの明確な感覚は無視できなかった。彼の温かい息が私の耳元に触れ、彼が動くたびに彼の手が私の額を撫でる。まだ少し熱がある。完全に熱は下がっていないようだ。私はすっかり目が覚めていた。私を熱くしているのは熱じゃないよ、バカ。あなたなんだから。彼を肘で押しのけようとしたが、彼は巧みに私の腰を掴んだ。彼の硬い親指が私の肌を軽く撫で、電流が走った。小さな息が私の唇から漏れた。ノラ。パーカーの声は低く、しわがれたささやきで、抵抗しがたい磁力を帯びていた。やってみるか？どんな日であれば、私は飛びついていただろう。しかし、ここ数日の後では、私たちの間に壁ができていた。私には、これは平手打ちの後のキャンディーのように感じられた。哀れな供物だ。熱でまだ弱っている体は痛んだ。私は顔を背け、冷たい声を出した。できない。疲れすぎている。後ろの男は完全に静止した。彼の震える息を感じながら、彼から生気が抜けていくようだった。パーカーは目に見える努力をして、身を引き、私たちの間に小さな距離を作った。彼は何も言わなかった。私が振り返って彼を見たとき、彼の目は悲しみの暗い泉で、唇には苦い微笑みが歪んでいた。僕のせいだ。君を責めたりしない。私は冷たい鼻息を漏らした。少なくとも彼には多少の自覚があった。でも、お願いだ彼は続けた、声はかすかなささやきだった。次回は、そんなに無理をしないでくれ。あんな風に熱を出すのは、君の体に良くない。パーカーは目を伏せ、彼の中で渦巻く生々しい感情を隠した。私が彼の言葉を理解する前に、彼は立ち上がり、クローゼットへ私の服を取りに行った。彼は普段シルクのパジャマを着ていたが、今回は腰に低く巻かれたタオル一枚だけだった。鍛え上げられた筋肉のライン、魅惑的な胴体の V 字が完全に見えていた。私の目は彼の引き締まった腰の曲線や、締まった尻をなぞり、私の心臓は小さく鼓動した。だが、それだけだった。どんなハンサムな男性が私の前に立っても、同じ効果があっただろう。パーカーは服を手渡した。二の腕も考えずに、私は彼の前で着替え始めた。案の定、彼はすぐに背を向け、目を壁にしっかりと固定した。私が知らなかったのは、私が部屋を出た瞬間、パーカーがまっすぐ私のバスルームに向かったことだ。4. 数日後、私の服のいくつかがなくなっていることに気づき始めた。最初はあまり気にしなかった。高価なものではなく、他にもたくさんあった。だが、先週キャシーが買ってくれたレースのランジェリーセットが消えた。
理解できなかった。家にカメラはなかったので、変態を特定する方法はなかった。結局、ある夜のディナーの席で、私はパーカーにそのことを持ちかけた。泥棒が入ったみたい。彼は穏やかに食卓に座り、私のトーストにバターを塗っていた。私の言葉で一瞬だけ動きを止めた。顔を上げずに、彼は落ち着いた声で尋ねた。何がなくなった？ランジェリー。私は無造作に言ったが、彼の反応はそれとはかけ離れていた。バターナイフが滑り、小さな黄色の塊が彼の手の甲にあるほくろの上に塗り広げられた。私は目を細め、彼の普通ではない不器用さを見つめた。どうしてそんなに慌てているの？あなたが取ったの？パーカーは数秒間沈黙し、カラッと笑い声を上げた。彼の長くて暗い目が私を見つめた。君はどう思う？オフィスへ向かう前、パーカーは常に完璧な身なりをしていた。彼は軽い近視用に薄い金縁のメガネをかけており、それは彼の顔立ちの深みを一層際立たせていた。今、そのレンズの向こうで、彼の黒い瞳孔は窓から差し込む日光よりも冷たく見えた。私は軽く微笑んだ。どう思うかって？パーカーは固く、真面目な紳士の典型だ。それに、一体彼が私の下着で何をするっていうの？私はその話題をやめることにした。今夜は何時に帰る？あなたに渡したいものがあるの。離婚届は準備ができていた。パーカーはトーストを手渡し、すぐに返事をした。君が必要な時はいつでも、できるだけ早く帰るよ。彼はあまりにも早く言葉を続けざまに言ったので、私はその言葉の意味をほとんど理解できなかった。彼の携帯電話が鳴った。車道で待っていたアシスタントがブリーフケースを持って入ってきて、彼が遅れていることを思い出させた。パーカーは去った。私は胸に手を当てた。心臓が一瞬鼓動を飛ばしたばかりだった。もう一方の手は耳に当てた。なぜかほてっていた。私はどぎまぎし、同時に苛立っていた。普通に話せばいいのに。なんでそんなにイチャつくの？ 5. 食事の後、私は医者を訪れた。彼は私がホルモンバランスの乱れを抱えていると言い、男性を見つけて事態を調整することが有益だと言った。キャシーはこれを聞いた瞬間、興奮して震え、彼女の事務所から彫刻のようなシックスパックを持つモデルや、胸筋が盛り上がった若いスタッドのサービスを貸してあげると言い出した。その時、私は冷房の効いたスタジオに座り、グラフィックノベルのラフ画を描き、登場人物の完成に没頭していた。私はすぐに彼女を却下した。彼女はストレートに確信をついた。最近、吹き出物が出てきたでしょ？彼女の言葉は神経に触った。私は心の中でパーカーの名前をもう一度呪った。二つのニキビ。顎の真ん中に。隣の芝は青いって言うしそれに、あなたたちもうすぐ離婚するんだから。本当に試してみないの？キャシーの声は誘惑のセーレーンのようだった。私は鉛筆を置いた。サイドキャラクターの顔のデザインで行き詰まっていた。少し現実的な参考資料があっても損はない。見るだけ。触らない。だから私のテストステロンが少し高かったんだ。離婚したら180人の男性を見つけられる。でも今は違う。臆病だからじゃない。道徳的基準が高いからだ。私はただ男性の体に欲情したりしない。キャシーは笑い、私の自制心の主張を明らかに信じていなかった。当時は自信満々だったが、その夜、眠っている間、私自身の心が裏切った。最も鮮明で熱い夢を見た。夢の中で私は男性と熱いキスをし、私たちの体は絡み合っていた。私たちの息は混ざり合い、
彼の熱く重い息が私の肌に触れ、唇が動き合う音が、私を高まりゆく快楽の波へと深く引きずり込んだ。私は彼の大胆な探求に夢中になり、共有する至福の世界に完全に浸っていた。それは純粋な至福だった。そして私は数センチ先にパーカーの顔を見た。私は飛び起き、心臓はドキドキし、体は冷や汗で濡れていた。夢の幻の感覚はまだ残っていた。足が弱く感じられながら水を一杯飲みに階下へ降りた。その時、リビングからのんびりとからかうような声が聞こえてきた。なあ、ある人たちは欲望に溺れそうなのに、妻を怖がらせるのが怖くてただ黙って苦しんでいるんだ。もちろん誰とは言わないが。6. 隅から覗き見ると、パーカーの親しい友人がソファにだらりと座り、ウイスキーグラスを手に持ち、嘲笑的な口調で話していた。女性はちょっとした誘惑に弱いんだ、パーカー。このままじゃ野良は他の男と走り出しちゃうよ。気づいた時には泣くことになるぜ。彼らはパーカーに何でも言えるほど親しかった。それに対して、パーカーはただグラスを上げてゆっくりと一口飲み、ハンサムな顔は読み取れない仮面のようだった。彼は何かいい、友人たちは大声で笑い出した。そして、疑念のトゲが私の背筋を走った。彼らは彼が秘密のブログを持っていると言った。個人的なアカウントで何かを投稿していると。好奇心と、ついに彼に対して優位に立つという欲求の混ざり合いで、彼らが言及したユーザー名を心の中で再生した。それを入力すると、確かに、パーカーの公式アカウントと同じプロフィール写真のアカウントがポップアップした。それをクリックすると、一番上に固定された投稿があった。私は典型的な下品な更衣室の会話を見つけることを期待していた。しかし、画面の言葉は私を凍りつかせた。そこにはこう書かれていた。長年愛してきた女性とやっと結婚できたが、特定の性的指向がある。彼女せずにどうやったら良い経験にできるだろうか？次の投稿。世界は誘惑で満ちており、彼女は私を退屈だと思っている。それは私のせいだ。もし私がこのように彼女を喜ばせようとしたら、彼女は拒絶するだろうか？添付されていたのは、男性執事の衣装と小さな銀の鈴付き首輪の写真だった。一瞬で私の体中の血が頭に上った。